フェリー乗り場から市内を通り抜け、さらに数時間車を走らせると、山間部のふもとの町にたどり着いた。そこから先は、狭く険しい山道が続く。対向車をかわすためには、一旦幅のある一角まで、どちらかがバックしなければならないほどだ。さらに視界の悪いカーブは、ライトをハイにしても見えづらい。たかしは神経をすり減らしながら運転を続けた。しばらく走り続けると、峠の一角に古びた車が一台放置されていた。その場所は切り立った崖に位置し、谷底まで優に100メートルを超える、地元でも有名な自殺の名所である。じいさんが昔ここで危ない目に遭うたんよ。不意に久美がつぶやいた。どうしたの？山からふもとに行く途中で白い着物を着た人に手招きされて、気づいたら崖の先に立っとったんやって。それほんま？ほんまの話や。でも落ちんでよかったやん。ほんまそうや。そやけど危ないとこやった。ちょうど頭に木の枝が引っかかって、我に帰ったら崖ギリギリまで来てて、びっくりしたって言うてたわ。高明は恐る恐る窓の外に目をやった。確かに周囲は深い峡谷で遮られ、崖の入り口あたりはうっそうとしている。久美の話はますます真実味を帯びてきた。昔からここは何人もの人が亡くなっとうわ。親戚のよしおさんも車で落ちて亡くなったからな。その話に凍りついた車内はしばらくの間沈黙が続いた。そこから先はさらに狭い山道が続く。たかしは慎重にハンドルを切りながら道幅ギリギリの砂利道を注意深く進んでいった。もうすぐ着くわ。久美が口を開いた。すると目の前に突然舗装された広い道路が現れ、集落の先に目印の郵便局が見えてきた。ここまで来ればもう安心だ。たかしはほっとして肩の力を抜いた。遠くに見覚えのある家の明かりを確認すると、その傍らに腰をかがめた老人が一人佇んでいる。あれは母さんやわ。みゆきを見つけた久美が言った。車のライトに気づいたみゆきが具合の悪い足を引きずりながら通りまで迎えに出ていたのだ。たかしはアクセルを緩め、手招きするみゆきに導かれるように玄関先へ車を止めた。まあ、みなよう来たな。草加藩。山道の運転はせこかっただろう。はよう休んで使い。いや、どうもご無沙汰してます。久しぶりでちょっと緊張しました。そうじゃろう。特に夜はめんどい気にな。カーブの先が見えにくくて、ちょっと怖かったですわ。たかしはみゆきのねぎらいに感謝しつつ、挨拶を交わすと。久美と一緒に奥の間で眠るお今半に手を合わし、線香をあげた。久美は顔伏せの白い布をそっと外した。母さん、お今はん、穏やかな顔してるわ。生きてる時も、こんな穏やかやったらよかったのに。目頭を押さえ、そう話す久美のそばに、みゆきと和夫が腰を下ろした。生きとったら、おまんらなんしよる、わよせんか、って怒られるわな。昨日からずっと、父さんは線香をたやさん用しとるわ。最後の親孝行じゃ言うて。みゆきはハンカチで顔を拭い、
和夫はうなずきながら鼻をすすった。さあおまんら夜も遅いきん。布団ひいとるで。はよよこなってな。和夫はパイプタバコにゆっくり火を灯すと、話し足りない様子でみゆきに指示した。おまん、なんちゃないで、酒でも用意せんか。父さんありがとう。そやけどたかしさんも疲れとうし、亜美も調子悪いから、今日ははよ休ませてもらうわ。久美はそう言って、2階まで網をおぶっていった。熱はないんか。赤い顔しよるわ。心配した和夫が後からついてきた。熱はないんやけど、扁桃腺晴らしたら大変やから。母さん、布団どこにあるんや。網にもう一枚かけない研究。和夫は下でお供え物の整理をしているみゆきを呼びつけた。父さんの後ろの押し入れにないかえ。1階からみゆきが答えた。高明や。左いちゃうか。高明がきょとんとしていると、2階から降りてきた久美が階段の脇から通訳した。高明、ばあちゃんがお腹空いてないかって。みゆきは食べ盛りの高明がお腹を空かせていないか心配だった。田舎焼きに握り飯しかないけんどな。大丈夫。ありがとう。正直、小腹は空いていたが、さっきテーブルにあった大量の煮しめが気になっていた。こんな山奥にとんかつやカレーなどあるはずもないが、せっかく用意してくれた煮しめに全く手をつけず、おにぎりだけ食べることに気がとがめた。